こんにちは。今日は長袖のカーディガンを作っていきます。作り方は少し変わっていて、背中の肩甲骨のところに長方形を作って、そこから続けて編んでいきます。すると裾が斜めになって、とても可愛いシルエットになります。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。まず長方形を作っていきます。この長方形はこっちで見ると、この部分、長い円がここ、短い円がここ。この長方形を作ったら、角から鎖を編んでつなげます。これを袖ぐりにします。首に当たる部分を編まないで、それ以外をぐるぐると編んでいきます。これが身ごろになります。最後に袖を編んでいきます。こんな感じで作っていきます。まずこの幅について、これはご自身の肩幅に合わせます。肩幅と少しゆとりを持って長めにしていきます。L で45、M で42、S で38、LL で50センチ。これぐらいが目安になるかと思います。私は L サイズなんですが、今回あまりゆとり分を作らずに、だいたい40センチぐらいで作っていきます。ちょっと春物っぽくしたいので、狭くして作っていきます。冬物だと下に厚いものを着るので、ちょっとゆとりがある方がいいかと思うんですが、ちょっと狭めに作っていきます。まず鎖を作りたい長さまで、作りたい長さと少し長めに、それを6の倍数プラス1にします。6の倍数プラス1。で、ちょうど好みの長さにならないんですが、大体で決めていきます。最初の鎖は少しだけゆったりと作っていきます。このまま作りたい長さまで編んでいきます。6の倍数プラス1の鎖を編んでいきました。私はここでは小さく編んでいきます。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので、鎖をもう一つ。一つ戻って二つ目に細編み。私は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、二つ目に細編み。次もこのまま一つに一つの普通の細編みをしていきます。端まで編んでいきます。端まで来ました。次は2段目。2段目は V を作っていきます。まず少し大きめの鎖一つ。裏返します。鎖の根元に長編み。これが一つ目の長編み。普段は
鎖3つで1つ目の長編みの代わりにするんですが、今回はこれが1つ目の長編み。この糸にマーカーをつけておきます。この2本の糸の下、これは最初ちょっと見分けにくいのでマーカーをつける方がいいかと思います。で、鎖1つ、足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目に V、長編み、鎖1つ、同じところに長編み、これで V ができました。次また鎖、足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目に長編み1つ、これで鎖1つ、V、鎖1つ、またこれを繰り返していきます。長編みの次は鎖1つ、V、1、2、3、V の次は鎖1つ、足元2つ飛ばして3つ目、鎖1つで V、V の後は鎖1つ、最後の細編みに長編み1つ、次は3段目。3段目は玉編みをしていきます。またさっきと同じように少し大きめの鎖1つ、長編みします。で、根元に長編み、下の部位に針を入れて玉編みをしていきます。で、未完成の長編み2つ、未完成の長編みは長編みの途中まで絡めて部位の中2本から引き抜きます。これで未完成の長編み。もう一つ同じように2本から引き抜きます。これで未完成の長編みが2つ。これを一度に引き抜いて玉編み、鎖1つ、また同じように玉編み、未完成の長編み、
玉編みの次は鎖1つ、もう1つ作ります。これで玉編み3つ。3つ目の後は鎖1つを編まないで、すぐ長編みの上に長編み。これで玉編み3つと間に鎖2つ。同じように作っていきます。また V に玉編み。鎖1つ。鎖1つ。3つ編んだら鎖1つを編まないで、すぐ長編みの上に長編み。これを繰り返していきます。また V の中。で、3つ目の玉編みの後は、最初の長編み。このマーカーをつけたところ。この2本の糸の下。ここに長編みをします。これが3段目。次は4段目。この V を編んでいきます。これを繰り返していきます。で、V を針を入れるところが少し違うので編んでいきます。また大きめの鎖1つ裏返します。鎖の根元に長編み。で、V を編んでいきます。まず鎖1つ。で、真ん中の玉編みのこの上のところ。ここに V を作っていきます。真ん中の玉編みの上。鎖1つ。長編みの上に長編み。鎖1つ。
端まで来ました。またこのマーカーのところ、次はこの玉編みのところ、でこのまま V の中に針を入れて玉編みをしていきます。ここと同じです。これをしばらく繰り返していきます。これを繰り返していきます。最後は玉編み3つ。この長さは私の場合は伸ばして測って約17センチ。これはこれから作りたい袖の半分以下の長さ。例えば40センチにしたいときには20センチよりも短くします。でちょうど好みの通りにはならないんですが、近づけてで長方形を終わりにします。次はこの長方形の両端に鎖を編んでいきます。鎖の数を決めるために、まずこの長方形の短い円、ここからいくつ糸を出せるかを考えます。まずこの最初に編んだ鎖と細編みの間、ここから一つ糸を出します。次はここ、細編みから糸を出します。こことここ、次からはこの長編みから2つ、次も2つ2つで数を数えてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。この最後の長編みの頭、ここも数えます。で、ここも数えます。ここも数えて19。で、次に鎖を編んで、この一周に模様編みをしていきたいので、この一周を模様ができる6の倍数にします。で、私はここが19で、ここに鎖を29編んで6の倍数にします。で、これは鎖を編んでみて、で腕を通してみてちょうどいいかを途中で確認します。で6の倍数にするために私は23でもいいんですが、23だと多分きついので途中で確認しながら29でサイズがいいかを確認します。これはお体のサイズや好みによってもっと広くしても大丈夫です。狭くしても大丈夫です。全部が6の倍数になるようにします。で、表と裏を確認します。この長編みが表の方が表、最初の細編みも表になっています。こっちが表を上にします。で、鎖を編んでいきます。今この向き、こっちから編んでみようかと思います。新しい糸、まずこの長編みの上のところ、この2本の糸の下、で鎖を必要な数だけ編んでいきます。このまま必要な数だけ編んでいきます。
鎖編みをしてきました。私は鎖を29、長さは伸ばして測って25センチぐらいで、ここで引き抜き編みでくっつけます。この最初に編んだ細編みのこの下の鎖のところ、ここに引き抜いてつなげます。で、腕を通してみてきつくないかを確認します。大丈夫だったら鎖一つ糸を切ります。で、反対側もこの細編みの下の鎖、で同じ数だけ鎖を編んでいきます。同じ数だけ鎖を編んで、この長編みの上のところに引き抜きます。両脇に鎖を編みました。次はマーカーをつけます。2箇所にマーカーをつけて、ここは首に当たるところ、ここは編まないで、それ以外をぐるぐると編んでいきます。これが身ごろになります。マーカーをつける位置はこの長編みの上に長編みを編んだところ、ここにつけます。で、この長方形の真ん中はここ、私の場合はここかここにつけることになります。ここだと狭いので、私はここにつけようと思います。で、これはちょっと広めです。選択できるのであればもうちょっと狭い方がいいかと思います。10センチぐらいでいいかと思います。私はこの状態は伸ばして測って18センチぐらい、私はこれぐらいで編んでいきます。で、この模様を続けていきます。今玉編みで終わっています。模様を続けたいので、次は裏返してこの玉編みの上に V を編んでいきます。で、ここから始めます。この始め方はこの長方形の始め方と同じ。まず長編みを編んで鎖一つ V と始めていきます。今裏が上になっています。で、マーカーのところから始めます。この長編みの上のところで新しい糸、で始め方は長方形の始め方と同じです。長編み鎖一つ V と始めていきます。鎖一つで長編み、鎖一つで V、これで模様が揃いました。次もで、この長編みの上に長編み、
次から鎖の上に編んでいきます。鎖1つ、足元2つ飛ばして V1、2、3、この裏山に針を入れて編んでいきます。1、2、3、V、鎖1つ、1、2、3、このまま付け根まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。ここからスタートして付け根の手前まで来ました。V の次は鎖1つ、足元2つ飛ばして、この長方形の角、この細編みのここら辺、次からこの細編みのこっちに逆さまに編んでいきます。ここに V と編んでいきます。鎖1つ、1、2、3、これを続けて端まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。ここからスタートして3つ目の角まで来ました。V の後に鎖1つ、角に長編み1つ、次から鎖の上、鎖1つ、1、2、3、で鎖1つ、これでまた鎖の上に模様編みをしていって、でこの角に長編みで、このマーカーのつけたところまでいきます。マーカーのところまで来ました。 V の後に鎖1つ、マーカーのところに長編み、これが首に当たる部分になります。次から折り返してまた同じように編んでいきます。で V に玉編み、
これで模様が揃いました。次も V に玉編みで、鎖の上に編んだ V にも玉編みで、同じように編んでいって、またここまで編んだら、また鎖一つで長編み裏返して、で玉編みの上に V を編んでいきます。でその次はまた玉編み、これをしばらく繰り返していきます。身ごろを編んでいる途中です。まだこれぐらいしか編んでいないんですが、途中で休んで、次は袖を説明します。袖はこんな感じで同じ模様で、袖ぐりから糸を出してきて筒状に編んでいきます。でどちら側から編んでも大丈夫です。私は表を上にした状態で、こちら側から見て左側、こっちから編んでいきます。同じ方から編んでいく方が分かりやすいかと思います。で今まで表裏表裏と編んできました。次も同じように編んでいきます。で次はこの V から始めます。この V の逆で V を編むときには裏から編んでいきます。今裏が上の状態で、始めるのは最初に編んだ細編みのところから、ここから糸を出して V を編んでいきます。で最初にちょっと鎖を伸ばしていって、で新しい糸で、最初の V の2つ戻って、この角のところから始めていこうかと思います。この細編みの角で長編みから始めます。でさっきまでは大きな鎖と長編みだったんですが、ここでは長編みの代わりの鎖3つ、糸を引き出して鎖1つ、この糸足を編みくるんで2つ目、3つ目で4つ目、これで鎖4つで V のところに V を編んでいきます。鎖1つで V、 鎖1つ、長編みの上に長編み、今までと同じ模様で編んでいきます。これで次の角まで、ここまで編んでいきます。ここからスタートして長方形の角まで来ました。ここではこの長方形の角に長編み、 V の後に鎖1つで、この長方形の角長編みで、また V を編んでいきます。これからはこの長方形の短い辺になります。で鎖1つ
足元2つ飛ばします。で、さっき数えた時のことを思い出して、この長編みに2つ、ここにも2つ、ここにあると考えて、2つ飛ばして3つ目はここ。ここに V を作ります。1、2、3。鎖1つ、また足元2つ飛ばします。ここに1つあるので1。次はここに2つ、1つ2つ、2つ飛ばして3つ目に長編み、次また2つ飛ばします。ここにあると考えて2つ飛ばして3つ目はここ、この部分のここ、鎖1つで1、2、3。で、また鎖1つ、ここが1つ目、2つ目、3つ目に長編み、1、2、3。次また2つ飛ばします。1、2飛ばして3つ目、1、2、3。V、鎖1つで、またここが1つ目、2つ目はこの細編み、1、2飛ばして3つ目はこの最初に編んだ鎖、下から数えて3つ目に引き抜きます。1、2、3。これが3つ目。これで袖の1周目が終わりました。次からは玉編み3つ。今までと同じなんですが、最初と最後だけ、この部分だけ違うので、ちょっと編んでいきます。で、今裏が上になっています。玉編みは表から編んでいきます。表を上にして、でこの袖の外側から編んでいきます。で、鎖3つ、1、2、3。で、またここに玉編み、で長編みの上に長編み、で次も V に玉編み、全部と V に玉編みを編んでと最初のところまで戻ってきます。ここまで玉編みで1周してきました。最初の鎖の下から3つ目、1、2、3。引き抜きます。これで袖の2周目。次は3周目。V を編んでいきます。鎖4つ。1、2、3、4。で、裏返して、袖の内側から編んでいきます。
この真ん中、今までと同じです。ここからまた一周します。一周したら鎖の下から3つ目、1、2、3、ここに引き抜きます。次は鎖3つへ裏返して外側から玉編みを編んでいきます。これを繰り返してしばらく編んでいきます。これはご自身の腕の長さに揃えます。ちょうどいい長さまで編んでいきます。袖を48センチ編んできました。この玉編みの数を数えていくと13個。私はこの長さで腕の長さにぴったりなので、これぐらいで終わって、最後に細編みを編んで一周します。糸が出ているところから続けて編んでいきます。まず鎖1つ、この鎖にマーカーをつけます。この鎖そのものにつけて、で根元に編まないですぐ隣、この玉編みの上に細編み、次はスリット、この間に細編み、次は真ん中の玉編み、ここには2つ、まず1つ目、同じところに2つ目、次またスリットで玉編み、こことこことここには2つでスリット玉編みの上、これを繰り返していきます。次は玉編み3つと玉編み3つの間、この長編みには引き抜き編み、こんな形にしていきます。次また同じように玉編みの上に細編み1つ、次はスリット、真ん中の玉編みには2つ、でスリットで玉編みの上で玉編み3つと玉編み3つの間は引き抜き編み、で次も同じ、でまた次も同じ、こことこことでまずスリットここと編んでいきます。これを繰り返して一周します。一周編んできました。これが最後の細編み。次は針で始末するので少し長めに糸を残して切ります。で最後の細編みから糸を抜きます。
このマーカーをつけたところ、これは最初に編んだ鎖、この2本の糸の下に針を入れます。で最後の細編み、ここに上から針を入れます。でこの部分を通って裏に出します。で大きさを揃えます。であとはほどけないように何回か行ったり来たりします。これで袖は出来上がりました。反対側も同じようにもう一つ袖を作ります。首のところから測って裾まで約60センチ編んできました。で玉編みの数を数えていくと16個、最後は玉編み3つになっています。で私はここでストップするんですが、もうちょっと長くてもいいかと思います。私は糸が足りなくなったのでこれぐらい、もうちょっと長い方が落ち着くかと思います。でお好みの長さにしてください。で私はここから最後に細編みを編んでいきます。この裾の角から首のところまで、ここまで編んで、首の後ろの部分で反対側でまた裾までで裾編んでいきます。今糸が出ているところ、玉編みの表になっているところ、まず鎖1つ、根元に細編み2つ、ここに細編み2つ、1つ目、2つ目で、この長編みの隣に細編み1つ、次からこの長編みに細編み2つ、次も2つ、次も2つ、次も2つと編んでいきます。で目立たないところにこのまま首のところまで編んでいきます。この首のところの角になっているところまで、ここぐらいまで編んでいきます。首の角まで来ました。こっちが斜めのライン、こっちが長方形の端になるところ、今ここに長編み1つ残っています。まずこの長編みの1つ目に普通の細編み、次はこの長編みの2つ目、2つ目はこことこっちで2つを1つにします。まずここから糸を出します。こっちはこのスリットから糸を出して2つを1つにします。ここが広がって見にくいんですが、まずこの長編み
糸を出します。次はこっちの玉編み3つ、このスリットに針を入れます。これを一度に引き抜きます。これでこの角が少しなだらかな形になりました。次からこの首の後ろにあたるところで、ここはこういう覆い型になっているので、ここもフラットな感じにしていきます。今スリットで、次はこの玉編みでスリットで玉編み長編みの上、一つに一つずつ編んでいきます。ここでまた2つを1つにします。まずこのスリット、このスリットに針を入れて糸を出します。もう一つはこの最後のこの長編みのこの上の方、ここから糸を出します。これを一度に引き抜いて、で狭くなりました。次からさっきと同じこの長編みに2つずつ細編みをしていきます。この長編みの部分にはもう一つ編んでいるので、もう一つだけ細編み、これで細編み2つになりました。次から2つずつこれでまた同じように裾まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。裾まで来ました。ここは最後の長編み。まずここに1つ、で次の細編みはこの長編みの上の方に2つ、2で、次から袖と同じように編んでいきます。まずこの長編みの上、細編み1つ、スリットで、真ん中の玉編みは2つ、次はスリットで玉編みの上、間の長編みには引き抜き編みで、こんな感じで編んでいきます。引き抜き編みの次は細編み1つ、スリット、真ん中は2つ、次はスリットで、最後の玉編み、間は引き抜き編みで、また細編み、袖の時と同じです。でこれで
次の角まで、ここまで編んでいきます。裾の端まで来ました。最初の細編みに引き抜きます。これが1周目。もう1周編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、ここにでマーカーをつけておきます。次も細編み1つ、で次も全部1つに1つずつ細編みをしていきます。この首のところでも全部一つに一つずつ、このカーブのところでも一つずつ編んでいきます。反対側も同じ。反対側のまっすぐのところも編んで、裾まで編んでいきます。反対側の裾まで来ました。またここで少しカーブを作ります。さっき一つに細編み2つ編んだところ、このどちらかに細編み2つ、私はこっちを1つにしてこっちを2つ、どちらでも大丈夫です。ここは1つ、次は2つ、こんな感じになりました。次は裾、またこんな形にしていきます。で、一つの細編みに一つずつ編んでいくんですが、この玉編みに2つ編んだところ、ここは数を増やしていきます。まず一つに一つの細編み、ここは2つ編んだところ、このそれぞれに2つ編んでいこうかと思います。まずこっち1、2、次また2、まず1つ目、2つ目、こんな感じにしていきます。次から1つに1つ、で間は引き抜き編み、次また同じように1つに1つずつ、この真ん中は2つずつ、でまた1つ、ここは引き抜き編みでまた同じ、でこれで角まで編んでいきます。裾を編んできて最初のところまで来ました。ここをまた少し
カーブにしたいので、ここの細編みを2つにします。最初に細編みを編んだところ、ただここに入れるとちょっと目立つので、この引き抜いた糸、鎖の出ているここに細編みを1つ入れて、で細編み2つにします。こことここで2つ。次は針で始末します。少し長めに切って、最後の細編みから糸を抜きます。でこれが最初の細編みで、こんな形にしたいので、最初の細編みの手前から向こう、これが最後の細編み、最後の細編みの上からで後ろに出します。で整えて、あとは裏で隠します。これはさっきと同じです。で他にも糸があったら隠しておきます。これで出来上がりました。でこの状態はちょっと変わった形なんですが、着るととても綺麗な可愛いシルエットになります。裾が斜めになって、あと肩がつり下がりにくくて着心地が楽です。で私は糸の量の関係でちょっとショート丈になったんですが、もっと長くするとエレガントな感じになります。好みで長さを変えてください。で袖もギュッと絞らずにエレガントな形にしました。でサイズを測りました。上から下まで68、横幅この部分が54、袖は58、18、この斜めのラインは60センチ、使った糸は410グラム、同じ糸だと14玉使いました。最後までご視聴ありがとうございました。